世界の辺境マニアです。皆さんは、世界地図には載っていない、国連からも認められていない、未承認国家がこの地球上にあることをご存知でしょうか。世界にいくつか存在する未承認の国。しかし、そんな中でも群を抜いて異質で、最も近づくことが困難な謎の独立国家が、アジアの奥地に存在します。その名は、倭州。地図上はミャンマーでありながら、ミャンマー政府の立ち入りを一切拒絶。数万人規模の独自の軍隊を持ち、独自の法律で支配する、完全なるブラックボックスです。なぜ、世界中の大手メディアすら、この場所を映すことができないのか。それは、地図上はミャンマーであっても、ミャンマーのビザでは決して入国できず、外国人ジャーナリストやカメラマンは、独自の強固な軍事境界線によって、徹底的に排除されるからです。今、ご覧いただいているのは、その、世界中のメディアが映すことのできない、その謎の国、倭州のありのままの内部映像です。なぜ、彼らは独自の国を作り上げたのか。本日は、私が中国と倭州の国境まで行き、倭族の人と友達になり、倭州の映像を送ってもらった、リアルな、この貴重な記録映像とともに、未承認国家倭州の数奇な歴史と真実を、紐解いていきます。倭州、首都パンサン。ミャンマーシャン州、第二特区。現在ご覧いただいているのは、その倭州の中心都市、パンサンの市街地です。行き交う人々、近代的なビル、そして中国語の看板。一見すると、どこにでもある中国の発展した地方都市にしか見えません。しかし、ここは間違いなくミャンマーの領土内なのです。ではなぜ、この町はミャンマーの中にありながら、これほどまでに中国化し、そしてミャンマー政府から独立した状態にあるのでしょうか。背景には、19世紀末、大国の思惑に翻弄された複雑な歴史がありました。もともと、この中国とミャンマーの国境にあたる険しい山岳地帯には、倭族と呼ばれる人々が独自の社会を築いて暮らしていました。当時の倭族の人々にとって、明確な国境線という概念は存在しません。しかし19世紀末、この地を支配した大英帝国、イギリスと、清、中国の間で、大国の都合によって強引に国境線が引かれます。その結果、倭族の居住エリアは真っ二つに分断されました。現在の倭州にあたる地域は、現地の人々の意思とは無関係に、イギリス領のビルマ、つまり現在のミャンマーに組み込まれることになったのです。これが、この地がミャンマーという枠組みに押し込まれた、すべての始まりでした。第二次世界大戦後、ミャンマーがイギリスから独立を果たしても、倭族の地に平和は訪れませんでした。複雑な民族問題を抱えるミャンマーでは内戦が勃発し、この地域は長く、ビルマ共産党の支配下に置かれます。隣国中国からの支援を受けた倭族の部隊は、強力な軍事力を蓄えていきました。転機が訪れたのは、1989年です。内部反乱によりビルマ共産党が崩壊すると、倭族の部隊は、倭州連合軍、王座を結成します。倭州連合軍は、ミャンマー政府と停戦協定を結び、この地を、高度な自治権を持つ特別な地域として認めさせることに成功しました。総兵力数万人とも言われる強大な軍事力を背景に、倭州はミャンマー政府の介入を一切許さず、独自の法律、独自の警察を持つ、実質的な独立国家を作り上げたのです。画面に映るこの舗装道路も、近代的な建築物も、ミャンマー政府や国際的な支援によって作られたものではありません。公用語には中国語が使われ、通貨は人民元が流通しています。かつては麻薬の製造拠点で名を馳せたこの地は、現在、豊富なレアアースの採掘や、国境を越えた独自の経済活動によって莫大な富を築き、このインフラを維持しているとされています。この美しく舗装された道路や、立ち並ぶビル群。しかし、この繁栄の裏側には、決して表沙汰にはできない、
もう一つの顔があると言われています。豊富なレアアース資源の採掘だけでなく、近年ではオンラインカジノや大規模な特殊詐欺グループの拠点として、莫大なチャイナマネーがこの地に流れ込んでいるという指摘が絶えません。国際社会の監視の目が届かない未承認国家という特殊な環境が、結果的に巨大な地下経済を育む温床になっているのです。現在、ミャンマー全土は終わりの見えない内戦状態にあります。ミャンマー政府軍、民主派勢力、そして様々な少数民族武装勢力が入り乱れる中、強大な軍事力を持つ倭州は、不気味な沈黙を保ちながらこの町の平穏を守り抜いています。しかし、大国の思惑や周辺情勢が少しでも変化すれば、この砂上の楼閣のような平和がいつ崩れ去ってもおかしくありません。画面を流れるこの近代的な街並みを維持するための電力や水道といったライフラインは一体どこから供給されているのでしょうか。通常、国家の根幹をなす巨大なインフラは中央政府の莫大な予算と主導によって整備されます。しかし、未承認国家である倭州にはミャンマー中央政府からの支援や投資は一切届きません。驚くべきことに、この街の夜を照らす電力も生活を支える通信ケーブルも、その源流をたどれば、ミャンマーの首都ネピドではなく、国境の向こう側、中国の雲南省へと、直接つながっています。綺麗に舗装された道路の建設資材から、日常の生活を支える、あらゆる物資に至るまで、この街は自給自足しているわけではありません。この巨大なインフラの心臓部は、事実上、隣国中国のシステムと完全に一体化することによって、その鼓動を維持できているのです。映像には商店や行き交う人々がたくさん映っています。現地からの情報によれば、この町の経済を回しているのは、ミャンマーの法定通貨であるチャットではなく、中国の人民元とのことです。さらには、アリペイやウィーチャットペイといった中国のスマートフォン決済アプリが当たり前のように普及していると聞きました。日常的な取引のほとんどが中国の経済圏に組み込まれている状態のようです。また、通信環境においても、地理的にはミャンマーの領土内であるにもかかわらず、この一帯で使われている携帯電話の電波は、ミャンマーのものではなく中国の通信事業者のものだと聞いています。地図上の国境線はミャンマー側にあるにもかかわらず、人々の経済圏と通信網は、見えない力によって完全に隣国へと飲み込まれているのです。映像を行き交う車に注目してください。これほど巨大で交通量のある都市でありながら、ミャンマー政府が発行した正規のナンバープレートをつけた車両はほとんど見当たりません。多くの車には、倭州を示す独自のナンバーが掲げられています。そして当然のことながら、ミャンマーの警察官がこの街をパトロールすることも、決してありません。この地域の治安と交通整理を担っているのは、倭州独自の警察組織と、数万人規模の強大な軍事力を持つ、倭州連合軍です。過去の凄惨な内戦と、大国間の駆け引きの中から生み出された、厳格な法律が、この町の隅々にまで敷き詰められています。現地の人々は、ミャンマーの方ではなく、その独自の法秩序の中で、この町の平穏と安全を保ち続けているのです。街頭に立ち並ぶ色鮮やかな看板を見渡しても、ミャンマーの公用語であるはずの、あの丸みを帯びたビルマ語の文字を見つけることは至難の業です。目に飛び込んでくるのは、見慣れた漢字、そして独自の和語の表記ばかりです。教育の現場においても、現地の子供たちは主に中国語と和語のカリキュラムで教育を受けており、ミャンマーの歴史や言語を深く学ぶ機会はほとんどないと言われています。倭州及び隣接する未承認地域の学校では、主に中国語、標準中国語が教育言語として使われており、現地の学校には中国から招かれた教師が多く、数学などの一般科目も中国語で教えられていることが、RFA、ラジオフリーアジアなどの報道機関や倭州を研究する文化人類学者、マグナス・フスクス女子などの論文で報告されています。また、ミャンマー政府のカリキュラム、
教科書ではなく、中国の教科書がそのまま持ち込まれて使用されているケースが多いことが確認されています。そのため、子供たちがミャンマーの歴史をミャンマー側の視点で学ぶ機会は物理的に非常に少ない状況です。首都パンサンの大きな学校などでは、中国語、和語、英語に加えて、ビルマ語も一つの科目として教えられてはいます。しかし、あくまで外国語のような扱いであり、日常生活やビジネスでも中国語が必須であるため、子供たちのビルマ語習得率は非常に低いのが実態です。実は最近になって、和州政府、王座が、ビルマ語と和語の教育をもっと強化するように、という通達を学校に出したという現地報道がありました。これは逆に言えば、これまで放置しておいたら、完全に中国語一色になってしまったため、慌ててミャンマー語と和語を教えようとしているという、中国語支配の決定的な裏付けでもあります。世界地図の上では、ミャンマーの一部として表示されているこの場所。しかし、同じミャンマー国民であったとしても、和州以外のミャンマーの人がこの和州に自由に立ち入ることは許されていません。中に入るためには、和州当局が独自に発行する特別な通行許可証、事実上のビザが必要になります。ミャンマー国内でありながら、同じミャンマーの人が自由に入ることのできない、不可侵の領域。ここは完全に隔離された、陸の孤島なのです。その一方で、許可証を持った隣国の中国のビジネスマンたちは、特別な経済特区として、比較的容易に国境のゲートを行き来することができます。国家の枠組みとは一体何なのか。国境とは誰のために存在するのか。この貴重な記録映像を見ていると、私たちが信じている常識の輪郭が、静かに崩れ去っていくのを感じます。長く続いたパンサン市街地の記録映像の最後に、これが、和州と中国を隔てる国境ゲート、イミグレーションです。独自の強大な軍隊を持ち、隣接する大国と経済的、インフラ的に深く結びつきながら、ミャンマーの奥深くで繁栄を続ける未承認国家、和州。国際社会の承認という、国としての正式な証明書を持たずとも、この巨大な都市と、ここに根を下ろして生きる人々の確かな営みは、紛れもない現実として存在しています。激動するアジアの情勢の中で、この幻の国は今後、どのような歴史を歩んでいくのでしょうか。次の動画公開まで、チャンネル登録をして、すべての通知、ベルマークをオンにしてお待ちください。